源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、源氏物語の原文の後に一語一語の現代語訳が流れます。重要古語にはアンダーラインが引いてありますので、よく照らし合わせて単語や文法をマスターしましょう。さらに、イラスト訳と合わせて読むことで状況理解ができ、古文で最難関の主語の確認もスムーズに行えるようになります。それでは、イラスト訳本編のスタートです。今回で母木木の巻が終了となります。光源氏は人妻のうつせみに夜ばいをかけ一夜を過ごします。彼女のことが忘れられず、弟の小君に手紙を託しても既読スルー。そこで光源氏は再び逢瀬を試みようとしますが、うつせみは光源氏の求愛を拒否します。光源氏は切ない思いを母木木の和歌に添えて送り、彼女もそれに応じて彼に会えないと和歌で返します。小君は自分の手引きが失敗に終わったことが辛く、眠れずにうろうろしています。では、この後どうなっていくのでしょうか。行ってみましょう。例の人々は異議たなきに。ひとところすずろにすさまじくおぼし続けらるれど、人に似ぬ心ざまのなお消えず立ち上れりける。とめたく、かかるにつけてこそ心も止まれと。かつはおぼしながら、目覚ましく辛ければ、さばれとおぼせども。さもおぼし初まじく、隠れたらんところになおいていけとのたまえど、いと難しげに差し込められて、人あまたはべるめれば賢げにと聞こゆ。愛おしと思えり。よし、あこだにな捨てそとのたまいて、おん傍らに伏せたまえり。若く懐かしき御ありさまを。嬉しくめでたしと思いたれば、
忘れなき人よりは、なかなか哀れにおぼさるとぞ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。さあ、今回で第2条母聞きが終わりました。ラストに意味深な言葉が出てきましたので、今日は小気味について少し考えてみたいと思います。光源氏は、うつせみと共寝できないのなら、と小気味を横に寝かせます。ちょっと古文で主語の確認をしてみましょう。御傍らに伏せたまえり。これは、たまえという尊敬語が使われているので、光源氏の行為ですね。伏せは寝かせるという他動詞で、小気味を横に寝かせるという意味です。若く懐かしき御ありさまというのは、御という尊敬の接頭語があるため、光源氏のご様子です。嬉しくめでたしと思いたればは、思いが敬語ではないので、小気味の思いです。そして、ばの後にスラッシュを入れて、ここから主語が変わります。このように、お、に、ばなどで主語が変わる可能性があることにも気づきましょう。つれなき人よりは、なかなか哀れにおぼさる。このおぼさは尊敬語です。なので、光源氏が小気味のことを薄情なうつせみと比較して愛しいと思っているんですね。あれ？小気味って男の子だよね。なんだか不自然な気がしませんか？実は平安時代には男性は自分の性欲を解消するためにこのように召し使っている子供と共寝することもあったようなのです。平安時代だけでなく明治以前の日本には同性愛を制限する法律は存在せず、場所や状況によっては男色はほとんど公然と行われていたらしいです。例えば、稚児の空音でおなじみのお坊さんの間でもありましたね。仏教界では女人禁制の掟があり、女性と性交渉することは禁じられていたため、稚児と呼ばれる少年修行僧を性的対象とみなすこともあったそうです。このように、性交の対象となる女性が容易に見つからない状況下で、その代償行為として同性を恋愛や性行為の対象にすることを機械的同性愛というそうです。光源氏に心酔する小気味。何をされても従順に素直に受け入れてくれる小気味。実はこれで第2条母聞きは終わりますが、この後続く第3条うつせみの間にもさらに小気味との関係がエスカレートしていきますよ。それでは第2条母聞きがこれで終了しました。第1条ちりつぼおよび天代の品定めの再生リストとともに説明欄のリンクに貼っておきましたので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントお願いします。それではまた。